はい、皆さんこんにちは。先日ですね、いつものようにこの SK11 のテーブルソーで DIY を楽しんでたんですけど、その時ね、ふと思ったんですよ。この天板を広げた時にできるこのスペースにトリマー入れたら何かといいんじゃね？もちろんね、専用のトリマーテーブル作ってもいいでしょうし、合板1枚で作る簡易的なトリマーテーブルもありかと思います。ですが、トリマーって楽しくて便利で DIY のものづくりの幅が広がって、むちゃくちゃね、頼りになる道具なんですけども、そんなにね、年中使うものではない。何かとね、すっきりした状態が好きな私にとって、簡単な合板トリマーテーブルでさえも収納に悩むし、使う時もいまいち安定しない。こんな悩みをね、解決できるのではと思って、テーブルソーとトリマーの合体、やってみました。
はい、いいんだけどさ、ちょっとこの位置は今適当にやったからね、フェンスはもうちょっとね、こうぴったりね、芯が合うようにやればいいと思うんだけど、今ね、テスト運用ね、一回やってみて、それでね、もう思ったんだけど、若干ね、合成が足りない。なんとなくわかりますかね、このたわんでんのね。と、あとね、このフェンスでやるのもね、全然いいっちゃいいんですが、どうせならさ、こういう感じで、そっちからでもいいんだけど、こういう方向で動かせるフェンスがね、あった方がより便利なんじゃないかなと思いますんで、その2つをやってみましょう。
はい、っていうことで一通りやってみましたけど、いかがだったでしょうか。自分がね今作業して感じることなんですけども、それぞれのテーブル層の、こういうソリ使ったり、こういうねこのトリマーのフェンスの方も、全部ね問題なく使うことはできます。ですので、このトリマーテーブルをね単体で作るよりかはこうやってね一体化してしまうことによって、少しでもねこの省スペース化、なんていうかそんなようなことをね考えるんであれば、ありなのかなとは思うんですが、ちょっとねデメリットっていうかね、これはねしょうがないとこなんですけど、多少ねここ押すとねこうなります。だからこれねあんまりここでね荷重かけちゃダメだね。だからこれフェンスをねこちら側にセットしてこっちからね作業しようと思うと自然とこう押さえつけるじゃないですか。それがねちょっとトリマーのね作業でそんなにねむちゃくちゃ押さえつけるってことはないかもしれないですけど、こっちよりかやっぱりねこっちでやった方がいいんじゃないかな。であとね、やっぱりねこれちょっと自分のね今回のね設計これがあんまり芳しくなかったのかもしれないですけど、ビットをね交換するのにねいちいち外さなきゃなんないっていうね、これはちょっとね若干めんどくせえな。これこの下のねここの補強材入れてあげましたんで、そこがねもうちょっとね、サイズ考えてあげてやるか、もしくはこの天板自体の、相対的な厚さをね、もうちょい、25mm とか 30mm のこの積層板、これをね使ってあげて、でこのトリマーベースこれがつくとこだけしゃくり、あとここのかかるところもしゃくりっていう感じにやれば、相対的な強度は上がると思うので、そういうやり方の方がいいのかもしれない。でね、あとね気をつけなきゃならないところが、先ほどねやっててね動画テロップでねもしかしたら言ったかもしれないですけど、ここのねテーブル層のこのロック、この延長のロックね、これをねちょっとちゃんと締めてなかったので、やってるうちにねこっちでやってるとそっち側に押すじゃないですか。そうするとねじわーってねこうやって開いてたんですよね。でこれがねこの下にね、ネジがありますんで、これをねちゃんと締め付けましょうね。でね、あとねもう一個、これもねちょっと設計の問題ですね。ここのメモリ、こちら側のね、メモリがちゃんと有効に使えるような長さでね、決めてあげれば、使えるんじゃないかなとは思うんですが、ちょっとねここ1センチ、同ミリねこうかぶるようにしたのでメモリが見えないっていうのと、あとねずれてます。ですのでこれねちょっとね使えない状態になっちゃってますけど、でねこれね最終的にねちょっとね話が矛盾してるのかもしれませんけど、当然ねここにはめたからこの相対的な長さがね大きくなってます。ちょうどね 1m でございますよ。これもともとねこのくらいだから70センチぐらいだな、70センチぐらいが 1m になってしまいますんで、このスペースをどう確保するかですよ。これね今までね自分ねここにねしまってたんですね。ですのでこれがねここの引き出し取ってしまえばいいんですけど、しまうことができません。これどうしたもんかな。
でそっち側に行く時もねこんなような状態で歩かなきゃならないので、ちょっとねこの置き方ダメなんだよね。まあでもここのところね持ってあげて、それでね移動することはできますので、こんな感じに向けると、この状態なんですよ。あとわずかだな。この前板だけね切ってかわすかなと思ったけど、中の箱の部分がね当たっちゃってますね。まあでもね、最終的にね、今回ねこれ作ってみてね、正解だったんじゃないかな。ある意味ありじゃない、ですので、こういうねテーブルソーとあとねトリマー、こうコード式でもね、別に問題ないと思いますんで、そういうのねお持ちの方であればこんなようなね組み合わせやってみるのも大いにありなんじゃないかなとは思います。はい、ということで今回はこんなようなねテーブルソーとトリマーの一体化みたいなことをやってみましたけど、もしよろしかったら高評価、あとチャンネル登録していただければすごく嬉しいです。でこのチャンネルではこんなようなものを作ったり、あるいは DIY に関する道具の紹介、そういったものをねやっておりますので、ぜひね応援よろしくお願いいたします。今回ねこういうの作って、今までのねこの合板1枚で作るねトリマーテーブルよりかよっぽどかね安定しましたんで、これを使っていろいろな加工に挑戦して、他のいろいろな作品作り、そういったものにも挑戦していきたいかなと思ってます。はい、では最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。この引き出しどうしたもんかね。